ロシアの歴史30年戦争本編その1、30年戦争の終わり、ウェストファーレンの平和。30年戦争とはどういった戦争であったのか。一言で言おうとするなら、30年戦争とは、神聖ローマ帝国内の内紛を利用して、神聖ローマ帝国、ハプスブルク体制を弱体化させた戦争だった。誰が、イングランドとフランスが、オランダ、スウェーデンと協業して、といったように捉えようと思います。30年戦争準備編をこういった文言で始めました。30年戦争の個々の戦闘の行方を追いかけていくと、話が右往左往して、この大枠を見失いがちです。その状態でウェストファーレンの平和に行き着くと、そこにあるのは大きな混乱です。30年戦争の終わり、ウェストファーレンの平和から30年戦争がどういった戦争だったのか、もう一度考え直してみようと思います。それでは早速ウェストファーレンの平和でどんなことが決まったのか見ていきましょう。オランダの歴史3において以下のことをウェストファーレンの平和の決定事項としてご紹介しました。1、神聖ローマ帝国ハプスブルク家の力は弱まりました。2、フランス王国ブルボン家の力は強まりました。3、ブランデンブルクプロイセンホーヘンゾーレン家は領土を拡大しました。4、オランダは独立しました。5、スイスは独立しました。6、キリスト教改革派カルバン派は容認されました。今回この動画のためにウェストファーレンの平和の条文の英語版原文はラテン語のようです。それを実際に初めて読んで思ったのは、ウェストファーレンの平和の第一目的はフランスの平和を確立することだったのではということです。コッシーチはライン川をフランスと神聖ローマ帝国の境にすることだったように思えました。仮にライン川がハプスブルクのものとなってしまえば、フランス国境がハプスブルクによって脅かされるのみならず、オランダ独立も難しくなってしまったでしょう。かといってライン川をフランスのものとするには、川を渡ったライン川東岸にフランスの軍事拠点を設営運営してゆかねばならず、その軍事コストは膨大なものになってしまったはずです。ライン川をフランスのものでもハプスブルクのものでもない国際自由河川とし、自由な船舶の航行を可能とさせ、オランダ独立とフランス防衛をより確かなものとする。フランスはそう考えたように思えました。そのためにフランスはライン川東沿岸をいくつかの区域に分けて戦後処置を施し、フランスの安全を確立しようとしたようです。ライン川東沿岸区分1、独立国としてスイスにフランスとハプスブルクの間に入ってもらう。ウェストファーレンの平和によってスイスの独立は承認されました。区分2、3を飛ばして4に進みます。ライン川東沿岸区分4、フィリップ・ザ・マグナニマス亡き後、4分割されたヘッセは、その後2つに集約され、ヘッセ・カッセル対ヘッセ・ダームスタッドの争いへと推移しました。このヘッセの争いで、最終的に勝利したのはヘッセ・カッセルでした。ヘッセ・カッセルはユーリヒク・レベスバーグのところで登場したモーリス・ザスカラー以来、その子孫たちも30年戦争期間中、変わらず反ハプスブルク、新オランダ、新イングランドの立場を保ち続けたようです。ご明察の通り、ヘッセ・ダームスタッドはハプスブルクとの関係を重んじたまま、ウェストファーレンの平和を迎えました。スウェーデンと真っ先に手を組んだのもヘッセ・カッセルだったようです。神聖ローマ帝国内の争いごとに他国を引き入れてしまうという禁じ手も、窮地に立たされたヘッセ・カッセルにしたら他に選択の余地のない選択だったのかもしれません。チェックポイント、ヘッセ・カッセルを設定し、モーリス・ザ・スカラー以後のヘッセ・カッセルの後継者を確認します。モーリス・ザ・スカラー、次いでウィリアム5世、次いでウィリアム6世と継承されたようです。ウェストファーレンの平和でヘッセの大部分を引き継ぐことになったのはウィリアム6世でした。彼の母、アマリエ・エリザベスが彼の正式な後継役を務めました。アマリエ・エリザベスの母方の祖父はオランダ建国の父、ウィリアム・ザ・サイレントでした。
ウィリアム5世とはマリー・エリザベスの間に生まれた娘、シャルロッテ・ウィリアム6世の姉が1650年ウィッテルスバッハ・ハイデルベルクのチャールズ・ルイスと結婚し彼の最初の妻となりました。ヘッセカッセルはオランダに親しい地域であったことが推察されます。チェックポイントを終了し、区分後に進みます。ライン川東沿岸区分5、ユーリヒ・クレベスバーグについては、クサンテン条約によって一時的な仲裁として、ユーリヒとバーグはウルフガング・ウィルヘルム・ヴィッテルスバッハラインの領土に、クレベスはジョン・シギスムンド・ホーヘンゾーレンの領土となることが決められました。ウェストファーレンの平和では、ユーリヒ・クレベスバーグに関する新たな詳細な取り決めを見つけることができませんでした。もしかしたら、このジュリアーズというのがユーリヒのことなのかもしれません。ジュリアーズという単語が含まれた条文は2つありました。条文2中、ジュリアーズの問題はパラティネイト家に有利に決定されるとありました。チャールズ・ルイスともハイデルベルク家とも書かれていません。パラティネイト家とはヴィッテルスバッハ・ハイデルベルクのことでしょうか。条文48、ユーリヒの後継問題がいつの日にか帝国に大きな問題を引き起こすかもしれないという懸念表記はあっても、実際の地名についての取り決めは見当たりませんでした。ウェストファーレンの平和では、クサンテン条約という単語は一回も使われていませんでした。ネザーランドもホランドもゼロ、オレンジもゼロでした。ナッソーは序文で一つ出てきました。序文はウェストファーレンの平和が適用されるすべての家や爵位付き人物リストのようなものだったと思われます。条文42、1618年以来の王室と領土の行進にオランダ、オレンジナッソー家も含まれたのでしょうか。スイスの独立がかなり直接的に表記されたのとは対照的だったように思います。オランダやユーリヒ・クレベスバーグについての不明瞭さは、フランスのスウェーデンやホーヘンゾーレンに対する30年戦争の戦後処置がまだ不十分であったこと、フランス・スペイン戦争の最終的な決着がまだつけられていなかったことを考えると、意図的な作為だったような気がします。30年戦争では、ユーリヒ・クレベスバーグも激しい戦闘に巻き込まれました。それは、ホーヘンゾーレン対ウィッテルスバッハラインによるユーリヒ・クレベスバーグをめぐる戦闘ではなく、スウェーデン対オーストリア・ハプスブルクやスウェーデン対スペイン・ハプスブルクによる30年戦争の行方を決するヨーロッパ覇権をめぐる戦闘だったようです。不思議に思えるのは、あれほど激しくつばぜり合いをしたウルフガング・ウィルヘルムがデュッセルドルフへ退き、この争いを静観していたように見えることです。争いから距離を置く姿勢は賢明といえば賢明なのですが、だったらあなたはなぜああまで頑強にユーリヒ・クレベスバーグの後継者になることを求めたのですかと問いたくなるわけです。本来であれば、ウルフガング・ウィルヘルムは苦心惨憺して手に入れたユーリヒとバーグを守り抜くために必死に戦って当然と思えるのに、彼は傍観者でした。まるでその地を明け渡してしまったかのようです。怪しみの心を持ってこのことを眺めていると、クサンテン条約によってウルフガング・ウィルヘルムにユーリヒ・クレベスバーグの一部が与えられたのもフランスのグランドデザインの一部ではなかったかと疑いたくなります。ウルフガング・ウィルヘルムは将来この地がスウェーデンやオランダやフランスやハプスブルクやホーヘンゾーレンたちによる激戦地になることを認識した上で、ユーリヒ・クレベスバーグの後継者となることを主張したように思えてきます。要するに、ユーリヒ・クレベスバーグの領主を、その地を、祖伝来の地、自分の母なる大地と感じて、必死に抵抗戦を繰り返すような人間とは異なる人物にしておけば、スウェーデンの参戦を容易にできたでしょうし、自分の領地が戦場となってしまうことに苦悩を苦悶する領主がいなければ、その地を大国間の威信をかけた争いの場にすることにも大きな罪悪感はなかっただろうという想像です。正直、この地に暮らす一般庶民のことをどう考えていたのだろうと腹立たしくなりますが、ウェストファーレンの平和は基本的には王様や皇帝や貴族や聖職者たちの名誉と威信と権威と財産のための取り決めであって、一般庶民を軽視する感覚は全編を通じて横たわっていたように感じました。
フランスは対ハプスブルク戦争にスウェーデンの軍事力を利用しようと当初から計画していました。ウルフガング・ウィルヘルムもスウェーデンがいずれ神聖ローマ帝国内の争いに介入してくるという情報をフランスから得ていたと仮定します。では、ホーヘンゾーレンはどうだったのでしょう。1、全く気づいていなかったのか。2、うすうすとは感づいていたのか。3、自らも加担していたのか。このことについては、後々議論を深めていこうと思います。枢機卿リシュリューが対ハプスブルク戦略をシュマルカルデン戦争に学んでいたとするなら、フランスはスウェーデンをシュマルカルデン戦争の時のウェッテルイガーネスト分家のモーリス同様、一時的に利用するつもりだったと想像します。戦争が終わってしまえば、フランスの平和をより確実にするためには、強力な軍事力を誇るスウェーデンやホーヘンゾーレンをできるだけフランスから遠ざけたかったのが、フランスの本心だったのではないでしょうか。イングランドの本心は、スウェーデンやホーヘンゾーレンの軍事力が新世界に向かうのをそらすことだったのではないでしょうか。では、フランスは誰にユーリヒ・クレベスバーグを任せるのがフランスにとって有益と考えていたのでしょう。ウェストファーレンの平和以後のフランス平和確立のための骨子には、ライン川東岸を神聖ローマ帝国、ハプスブルク皇帝体制の下で政治的宗教的に安定させ、フランスの平和を確保することだったように思えます。もし、神聖ローマ帝国、ハプスブルク皇帝体制の完全解体を目指したなら、それはヨーロッパ全体に大混乱をもたらしてしまったと思います。ヨーロッパが平和でなければ、フランスの平和もおぼつかなかったと思います。骨子2の構想に沿うユーリヒ・クレベスバーグの領主にふさわしい人物は、オランダに友好感を抱きつつも、オランダと共謀してハプスブルクとぶつかってしまう人物でなく、ホーヘンゾーレンの精神も妨げてくれるような人物。そして、スウェーデンやデンマークとも距離を置ける人物。加えて、神聖ローマ帝国の一員として、ハプスブルクと共存を図りながらも、フランスと共にフランスの平和と安定に努めてくれるような人物。そんなフランスご都合主義に合わせてくれそうな人物は、これまでのところ一人しか思い当たりません。それが、ヴィッテルスバッハライン、ウルフガング・ウィルヘルムではなかったかと、今は想像思案しています。ウルフガング・ウィルヘルムはフランスが思い描いていた対ハプスブルク戦略やウェストファーレンの平和以後のフランスの平和構想をある程度フランスと共有できていたから、ユーリヒ・クレベスバーグが荒らされるのを黙って見ていることができたのではないかという想像です。ウェストファーレンの平和時点では、スウェーデンの力によってハプスブルクに勝利できたフランスが、スウェーデンやホーヘンゾーレンをフランスから遠ざける理由も方法も見つからなかったので、ユーリヒ・クレベスバーグの領有について新たに事細かく明記できなかったのではないでしょうか。この曖昧な措置が後々のオランダ、ベルギー、ルクセンブルクの素形になっていったような気がします。チェックポイント、ヴィッテルスバッハラインを設定し、ウルフガング・ウィルヘルムを中心に、ヴィッテルスバッハラインの婚姻関係を探ってみます。この図に載せたウィッテルスバッハラインが結んだ主だった婚姻関係は、ユーリヒ・クレベスバーグとヴィッテルスバッハバイエルンでした。驚いたことに、スウェーデン・マサとも婚姻関係がありました。ウルフガング・ウィルヘルムは3回結婚しており、彼の最初の奥さん、マグダレンはヴィッテルスバッハバイエルン、マクシミリアン一世の妹でした。ハプスブルクと直接の婚姻関係は見当たりませんでしたが、彼がカソリックリーグの名手であったウィッテルスバッハバイエルンと婚姻関係を結んだのは、ハプスブルクに近づくためだったように思えます。一方、彼の父親や祖父の拠点がツバイブリュッケン、ライン川西岸、メッス、ベルダン、トゥールの目の前であったことを踏まえるなら、彼は神聖ローマ帝国の一員でありながら、フランスにも近い人物であったと捉えられそうな気もします。そのウィッテルスバッハラインの一子族がスウェーデンマサと婚姻関係を結んで、チャールズ10世というスウェーデン王を生み出したのは、ウェストファーレンの平和以後のフランスの平和構想の一環、フランスのスウェーデン対策だったような気がしてきます。
フランスはフランスからスウェーデンを遠ざけるのではなく、ヴィッテルスバッハラインとの婚姻関係を通じてスウェーデンをフランスサイドへ引き込み、スウェーデンの軍事力をオランダにもハプスブルクにもホーヘンゾーレンにも睨みを利かせられる抑止力として活用しようとしたのではという想像です。この想像についてはさらに議論を深める必要があると思います。後回しにした2、3に進みます。区分2、3パラティネイト戦抵抗ヴィッテルスバッハに関わることについてはとてもトリッキーでした。それが後回しにした理由です。ライン川東沿岸区分2、ヴィッテルスバッハバイエルンにバイエルン戦抵抗としてフランスとハプスブルクの間に入ってもらう。ライン川東沿岸区分3、ヴィッテルスバッハハイデルベルクにパラティネイト戦抵抗としてフランスとハプスブルクの間に入ってもらう。ウェストファーレンの平和でパラティネイト戦抵抗領土はバイエルン戦抵抗領土、フランス領土、パラティネイト戦抵抗領土の3つに分割されたようです。オーストリア・ハプスブルクに隣接した地域は本領安堵のような格好でヴィッテルスバッハバイエルンの領土になりました。ライン川西岸、メッス、トゥールとベルダンは名指しでフランス領土であることが再確認されました。フランス領土と念押しされたこの地域についてはもう一度シュマルカルデン戦争を思い出しておきます。メッス、トゥールとベルダンはシュマルカルデン戦争末期、ウェッテルイン・アルバート分家のモーリスがハプスブルクとの戦いにおいてフランスからの攻撃を未然に防ぐためにあえて協定を結んでフランスに明け渡した地域でした。ウェストファーレンの平和でマクシミリアン一世はバイエルン戦抵抗になりましたが、1623年から1648年まで彼が保持したゴールデンブルに規定されたパラティネイト戦抵抗としての権威はそっくりそのまま彼のもとにとどまったようです。ウィッテルスバッハ・ハイデルベルク、チャールズ・ルイスは8番目の戦抵抗として新設されたパラティネイト戦抵抗になりました。名前は確かにパラティネイト戦抵抗でしたが、その実態はかつてのパラティネイト戦抵抗には遠く及ばなかったようです。なぜ8番目として新設されたのがバイエルン戦抵抗ではなくパラティネイト戦抵抗だったのか謎です。自分なりにこのトリッキーな処置の謎解きを試みます。30年戦争が始まる前、ヴィッテルスバッハ・ハイデルベルクはライン川を東西にまたいでフランスとハプスブルクに境を接していた神聖ローマ帝国パラティネイト戦抵抗でした。ライン川を東西にまたがる土地を一人の人間が領有していたわけですから、もともとがハプスブルクにつくのかフランスにつくのか難しい判断を迫られる場所だったと思います。ハプスブルクが絶対の力を誇っていた時代にはハプスブルクについていれば安泰だったのですが、ハプスブルクの絶対力が弱まりフランスの力が強まってきた時に、さあどうすればいいのかという状況になったわけです。この時偶然のタイミングとは思えないのですが、ボヘミアのプロテスタント勢力からフレデリック5世にボヘミア王即位の召請がありました。フレデリック5世はこの誘いを受けてボヘミア王となりました。これに対してヴィッテルスバッハバイエルンのマクシミリアン一世はカソリックリーグを設立したり、ハプスブルクとの婚姻関係をさらに深めたりしてハプスブルクとの関係を強化していきました。フレデリック5世の反逆への代償として神聖ローマ皇帝ハプスブルクフェルディナンド2世はパラティネイト戦抵抗をフレデリック5世からマクシミリアン1世へと入れ替えました。ウィッテルスバッハ・ハイデルベルク、ウィッテルスバッハ・バイエルン、ウィッテルスバッハ・ライン。この3社のウィッテルスバッハが引き起こした三様の動きが30年戦争を複雑化、拡大化させた要因ではなかったかという議論はこれまで30年戦争準備編を通じて何度もしてきました。パラティネイト戦抵抗の入れ替えが行われた時点ではパラティネイト戦抵抗領土はあくまで神聖ローマ帝国傘下の土地だったはずです。そのパラティネイト戦抵抗領土はライン川を渡った西端でフランスと境を接し、ライン川を北へ下ればヘッセカッセルと境を接していました。
ヘッセカッセルやユーリヒ・クレベスバーグがオーストリア・ハプスブルクがオランダとつながるための重要なアクセスポイントであったのはこれまで何度も見てきたことです。ハプスブルクにとってオランダがどれほど重要であったのか、80年戦争、30年戦争全体を大まかに振り返りながら再認識してみます。大航海時代以前のヨーロッパでは西方新世界自体が存在していませんでした。西方と東方どちらに比重が置かれていたかといえば、それはやはり東方だったと思います。ハプスブルクが絶大な権力と富を誇ることができたのは、ハプスブルクがローマの権威と結びついてこの東方貿易を独占支配できていたからだと考えます。それが大航海時代が始まって進行路を使えば地中海を経由せず東方西方どちらにもアクセス可能となったオランダが独立を目指したのが80年戦争の始まりだったのではというのがこれまでオランダの歴史や30年戦争準備編を通じて行ってきた議論でした。ハプスブルクがどうしても譲り渡したくなかったオランダ、そのオランダ独立成否の鍵を握る場所がヘッセやユーリヒ・クレベスバーグであったのが再確認できたところで、ウィッテルスバッハについてまとめます。ウィッテルスバッハ分裂状況を生み出し、ウィッテルスバッハ・ハイデルベルクがパラティネイト1000抵抗を剥奪された後で、あなた、もう一度パラティネイト1000抵抗に戻りたくないですか？私たちに協力してくれたら、あなたをパラティネイト1000抵抗に戻せますよ。私たちに協力してくれませんか？と声をかければ、誘われた側は、普通はこの誘いに乗ってくるはずです。これがフランス枢機卿リシュリューの対ハプスブルク戦略のグランドデザインではなかったかと想像します。旧パラティネイト1000抵抗をマクシミリアン一世に奪われたのはフレデリック5世でした。新パラティネイト1000抵抗に復活したのは彼の息子チャールズ・ルイスでした。チェックポイント、ウィッテルスバッハ・ハイデルベルクを設定して、ウィッテルスバッハ・ハイデルベルクの世代交代を眺めてみましょう。チャールズ・ルイスはフレデリック5世の2番目の息子で、彼の母親はエリザベス・スチュアート、イングランド、ジェームズ1世の娘でした。フレデリック5世亡き後、チャールズ・ルイスと弟ルパートが身を寄せた先もイングランドでした。彼の最初の妻、シャルロッテ、1650年結婚がヘッセカッセル、ウィリアム5世とアマリー・エリザベスの娘であったのは、チェックポイント、ヘッセカッセルにおいて見てきたところです。ウィッテルスバッハ・ハイデルベルクはイングランドやオランダ、そしてヘッセカッセルに近い存在であっただろうと推量します。チェックポイントを終了し、ウィッテルスバッハのまとめに戻ります。ウェストファーレンの平和によってライン川に沿った東岸はウィッテルスバッハバイエルンを除けば30年戦争期間中、反ハプスブルク、新オランダの立場を堅持した人たちで固められたように思えます。こうなると、ハプスブルクと親密な関係を保ち続けたウィッテルスバッハバイエルンさえも、最後の最後にはフランスと何か取引をしたのではと疑わしくなってきます。先ほどの謎解きに戻ります。マクシミリアン一世とフランスの間には、マクシミリアン一世が分割縮小されたバイエルン1000抵抗を感受すれば、すなわちパラティネイト1000抵抗領土が3分割されるのを暗に認めれば、彼が引き続きパラティネイト1000抵抗としての権威を保ち続けられるという取引があったのではないでしょうか。1000抵抗としての位置づけは、バイエルン1000抵抗が上、パラティネイト1000抵抗が下でなければ、マクシミリアン一世は納得しなかったと思います。これらの密約を覆い隠すために、わざわざトリッキーな1000抵抗の入れ替えが行われ、8番目として新設されたのが、バイエルン1000抵抗ではなく、パラティネイト1000抵抗になったのではないか、という想像です。イングランドの庇護下にあって、フランスとイングランドの支援によって、パラティネイト1000抵抗に返り咲く運びとなったチャールズ・ルイスが、フランスやイングランドの一行に異を唱えるのは難しかっただろうと思います。神聖ローマ帝国内のさまざまな諸侯それぞれとフランスとの間に結ばれたさまざまな個別の協定や条約は、フランスが卓越した外交技術を駆使して神聖ローマ帝国の内紛をうまく利用した結果だったように見えます。
ここでのフランスの目的は、ライン川西岸、メッス、ベルダン、トゥールを確保し、さらには、残りのパラティネイト選定公領土を、バイエルン選定公領土と、新パラティネイト選定公領土に分割し、勢力を縮小させ、均衡させることではなかったか、と、怪しんでいます。アウグスブルクの平和の問題点は、領主がプロテスタントであったなら、その地には一切カソリックが認められなかったことだったように思えます。一方、南都直令では、フランスの正当な宗教をカソリックと位置づけながらも、プロテスタントも公に認められました。プロテスタントとカソリックのバランスを保つために、フランス全土がプロテスタントになってしまうのを防ぐために、プロテスタント自治区を設定し、その範囲内においてのみ、プロテスタントは認められるという工夫がなされたようです。ウェストファーレンの平和では、この南都直令の工夫が援用されたようです。神聖ローマ帝国の正当な宗教はカソリックであって、プロテスタントは例外的に認められる。また同様に、プロテスタント領主の地域であっても、例えばトリールのような聖職選定校でもあった由緒ある伝統的カソリック司教区は名指しでカソリック司教区の存続保護が認められたようです。その理由をリシュリューの宗教観に求めます。彼は大航海時代以後のヨーロッパの平和はプロテスタントとカソリックのバランス均衡の上に成り立たせるより他ないと考えていたのではないでしょうか。かつてのようにカソリック100にはできないし、今となってはルター派100、カルバン派100とするのも難しい。政教分離という考え方がヨーロッパの平和に必要な時代となり始めていたのかもしれません。彼は時代を先取るかのように、それを個人の政策として実践したのかもしれません。ライン川がウェストファーレンの平和以後のフランスの平和構想のコッシ1、ライン川東岸がコッシ2だったとするなら、コッシ3は北イタリアだったように思えます。コッシ3は南フランス地中海沿岸と北イタリアの間、サボイーマンチューナをフランスの直轄地とすることだったように思えます。この地をフランス直轄地としてオーストリア・ハプスブルクとスペイン・ハプスブルクの連絡を断つことはフランスにとっては対ハプスブルク戦略上の重要な課題だったように思えます。フランスはまず1619年ルイ13世の妹をサボイのビクター・アマデウスと結婚させました。ついで枢機卿リシュリュー自らが軍を率いてこの地からスペイン・ハプスブルクを追い出し、1631年サボイとチラス条約を結んで北イタリアをフランスの管理下に置きました。フランスは東西ハプスブルクの連携を断つことに成功したわけです。ウェストファーレンの平和ではチラス条約の内容が日付や地名入りで再確認されていました。リシュリューはフランスの第一首相であったのと同時にカソリックの枢機卿でもありました。ローマの軒先でカソリックのフランスがカソリックのスペイン・ハプスブルクを攻撃したのは当時のカソリック社会においては秩序を乱す行為と映ったようです。リシュリューは北イタリアへ進軍する前、フランス西部ビスケー湾沿岸のプロテスタント自治区ラロシェルの反乱を鎮圧していました。リシュリューにとってこの反乱は予定外だったと思います。この機に東からライン川を越えて攻めてくる敵があれば、フランスは窮地に陥ったかもしれません。リシュリューにすれば一刻も早くラロシェルを鎮圧したかったでしょうが、反乱はイングランドの支援によって長引かされました。リシュリューはイングランドとは一部では協力できても全部では協力できない関係であることを痛感したかもしれません。ラロシェルを鎮圧すると続けざまリシュリューは北イタリアへ進軍しました。プロテスタントに続いてカソリックを攻撃した宗教観に見境をつけないリシュリューの軍事行動は当時の人々の感覚では狂気だったのかもしれません。ですが、リシュリューの対ハプスブルク戦略のグランドデザインが神聖ローマ帝国内の親族間の不和確執と宗教問題を利用して内紛を発生させ、ハプスブルクを弱体化させ、フランスを勝利に導き、フランスの平和を確立することだったとするなら、再びフランス国内を宗教戦争の渦に巻き込むことは決してあってはならないことだったと思います。
自分が父親を失った宗教戦争をフランスの平和を破壊するようなプロテスタントとカソリックの争いを再びフランス国内全土を宗教戦争の犠牲にしてしまうことは対ハプスブルク戦略においても心情的にもリシュリューには到底容認できないことだったろうと想像します。フランス宗教戦争後、南都直令によってバランスを保ったフランスのカソリックとプロテスタントはヘンリー4世暗殺後、カソリック勢力の中枢、中でもとりわけメディチの介入によって一時そのバランスを失いましたが、リシュリューとルイ13世の巧妙な行動によってメディチの介入を減退させ、再びフランスが政治の主導権を握ってバランスを取り戻しつつありました。枢機卿リシュリューには宗教間のバランスを保つためにはラロシェルの反乱イコールプロテスタント拡大の勢いがフランス全土に燃え広がる前に何としても消し止めておく必要があったのだと想像します。ここがフランス第一首相リシュリューと神聖ローマ皇帝フェルディナンド2世との決定的相違点だったのだろうと考えています。リシュリューは南都直令の真意を、それが大航海時代以後のヨーロッパの平和と安定を保つ先人の英知なのだと学んで尊重し、プロテスタントとカソリックの共存共栄を志向したのだと思います。一方、フェルディナンド2世は自らの祖先が苦渋の決断の上に導き出したアウグスブルクの平和、彼らの領土は彼らの宗教という先人の英知を保護にするような大航海時代以前のカソリックがヨーロッパのすべてを支配し、ローマとの蜜月の上にハプスブルクが栄華を極めた時代を取り戻そうとしてエディクト・オブ・リスティテューションを出した結果、神聖ローマ帝国の結束力を崩壊させ、ヨーロッパ全土を戦争の渦に巻き込み、神聖ローマ帝国を弱体化させてしまったのだと思います。30年戦争の終わり、ウェストファーレンの平和からフランス枢機卿リシュリューが思い描いたかもしれない対ハプスブルク戦略のグランドデザイン、ウェストファーレンの平和以後のフランスの平和構想が想像できたところで、話が前後して申し訳ないのですが、30年戦争の始まりと言われているボヘミア反乱に話題を移そうと思います。今回は以上です。ありがとうございました。